もしある企業が静かに世界の自動車業界のルールを変えたとしたら、想像してみてください。大騒ぎも大げさな主張もなく、ただ普段の努力、新たなイノベーション、そしてテスラのような巨大企業でさえも見向きもしないような突発的なブレイクスルー。これが BYD の物語です。夢を描こう。当初は誰も真剣に受け止めませんでしたが、今では業界の大物でさえも不安にさせています。その理由は、彼らの技術にあります。それは単に車を作るだけでなく、新しいビジョン、新しい方向性、そしておそらく革命さえももたらしています。BYD が世界に披露した新しいシステムとバッテリーは、ハイブリッド車と電気自動車の定義を根本から変えました。2000km の航続距離、ブレードバッテリーのような安全性、そして車に考えさせるスマートテクノロジー。まるで映画のワンシーンのように聞こえますが、そうではありません。これは現実であり、今まさに起こっています。最も重要なのは、BYD がこれらすべてを高級車だけでなく、一般の人々にももたらしたことです。だからこそ、この企業は世界中で急速に成長しているのです。この動画では、BYD の革命についてお伝えします。きっとあなたも、これはゲームを変えたと口にするであろう。数々の秘密の数々。最後までお付き合いください。これからお伝えする情報は、他では絶対に見つからないものです。動画をご覧になる前に、ぜひチャンネル登録をして、すぐに動画を視聴できるようにしてください。成功は必ずしも偶然に訪れるものではありません。その裏には、多くの努力、犠牲、そして絶え間ない苦闘があります。BYD の物語はまさにそれです。舞台裏では、エンジニアチームが睡眠、快適さ、そして私生活を犠牲にして、新しい技術、新しいイノベーション、そしてより良い品質を求めて昼夜を問わず努力を重ねてきました。これは単なるブランドではなく、何千人もの人々が実現のために苦労してきた夢です。この道のりの最大の原動力は、CEO のビジョンと自信です。彼は創業当初から、見せかけではなく行動によって自らのアイデンティティを築くことを決意していました。だからこそ、他のブランドが大げさな主張や広告を展開する中、BYD は静かに目標に集中してきたのです。この控えめなアプローチは、今日、BYD を業界における静かな嵐のように、ゆっくりと、しかし力強く位置づけています。チームの貢献は極めて重要です。何千人ものエンジニア、デザイナー、そして技術専門家がこの使命に携わり、工場や研究所で長時間労働を強いられ、現在世界の道路を走っている製品を生み出しました。規模の代償を問わず、あらゆるイノベーションは一人の個人の成果ではなく、大規模なチームのたゆまぬ努力の成果です。工場から出荷されるすべての車は、単なる車両ではなく、昼夜の区別が消え去った、集団的な努力の象徴です。自動車業界のあらゆる企業が自社ブランドの宣伝のために多額の広告費と見せびらかしに投資していた時代、BYD は技術と品質のみに注力しました。真のマーケティングとは、製品が自ら語ることだと彼らは信じていました。そしてまさにそれが実現しました。2024年、BYD は約430万台の EV を生産し、世界を驚かせました。これは単なる統計ではなく、努力と集中が常に最大の成果を生み出すことを証明しています。今日、BYD は中国だけでなく、世界的に認められる地位を築いています。彼らの歩みは、真の成功は一夜にして得られるものではないことを教えてくれます。成功には、ビジョン、自信、そして何よりも努力が必要です。私たちが名前を知ることのない、舞台裏で働く人々こそが、この会社の真の強みなのです。第5世代 DM ハイブリッド。ソウルオートショーでのその瞬間は、業界全体に衝撃を与えました。ステージは人で溢れ、ライトは輝き、常にその仕事で人々を驚かせてきた BYD に、すべての視線が注がれました。イベントが始まると、2つの新型車が発表されました。一見すると、これらの車はごく普通の車に見えました。過度に未来的なデザインも、派手なショーもありません。しかし、
真の脅威は、そのボディにありました。これが、将来のハイブリッド技術を再定義する、BYD の新しい第5世代 DM ハイブリッドシステムでした。考えてみてください。車の航続距離といえば、人々は EV とバッテリーに注目しがちです。しかし、BYD はこの考え方を覆しました。これらの新しいモデルに導入された第5世代 DM ハイブリッドテクノロジーは非常に進んでおり、航続距離は 2000km 近くに達すると主張しています。そう、2000km です。つまり、デリーからムンバイまで往復する場合、給油や充電の心配をする必要がないということです。これは単なる数字ではなく、自動車業界にとってゲームチェンジャーとなる瞬間です。興味深いことに、他の企業が EV のみに注力している間、BYD はひっそりとハイブリッドシステムの開発を続けていました。DM はデュアルモードの略で、これらの車両はガソリンエンジンと電気モーターの両方で走行できます。この技術は以前から存在していましたが、第5世代では、航続距離のモンスターになるほど完成されています。エンジンとモーターの組み合わせは非常にバランスが取れているため、運転の楽しさと驚くほどの燃費を実現します。これらの車両がソウルイベントでデモンストレーションされたとき、人々の顔にはテスラの最初の電気自動車を見たときと同じ驚きが浮かびました。違いは、テスラがバッテリーと充電インフラに依存しているのに対し、BYD のハイブリッドシステムは橋渡し役として機能し、燃料と充電の両方の自由を提供する点です。これにより、充電の問題だけで EV の導入をためらう人々の最大の悩みが解消されます。2000km の航続距離は、単に長距離を意味するのではなく、ユーザーの考え方を変えます。毎日ガソリンスタンドや充電スタンドに行かなくても運転がどれだけ楽になるか想像してみてください。これが、人々がハイブリッドの新しい定義と呼ぶ理由です。これまで、ハイブリッド車は EV が登場するまでの一時的な解決策を意味する過渡期の技術と考えられていました。しかし、BYD はハイブリッドがそれ自体で強力な未来になり得ることを証明しました。この発表は自動車業界に波紋を巻き起こしました。これまで、テスラなどの企業は EV の航続距離を 6700km に制限しようとしていましたが、BYD はハイブリッドで 2000km の壁を突破しました。さらに、メディアや専門家は現在、ハイブリッドを EV に対する最大の脅威とみなしています。ハイブリッド車がそんなにパワフルなら、なぜ人々は EV に完全に切り替えるのでしょうか？それはエンジンの魔法です。もし自動車の世界で魔法と呼べるものがあるとすれば、それは BYD の新しいハイブリッドエンジンです。一見すると、単なる 1.5L のガソリンエンジンに見えますが、その真のパワーを理解すると、驚くばかりです。BYD は、ガソリンエンジンと電気モーターを完璧にバランスさせ、パワフルに組み合わせました。つまり、スムーズな運転だけでなく、驚くべき燃費も体験できます。このハイブリッドシステムには2つのバージョンがあります。最初のバージョンは161馬力を、2番目は215馬力に達します。つまり、選択肢があるということです。毎日の通勤にパワフルでありながら快適な車が欲しいなら、161馬力のバージョンで十分です。しかし、スピードとパワーが好きなら、215馬力のバージョンが最適です。そして最も重要なのは、両方のバージョンとも数字が印象的であるだけでなく、路上で同等にパワフルであるということです。さて、それでは最大の特徴である熱効率 46% について見ていきましょう。車の世界を少しでも理解していれば、この数字がいかに重要かがわかるでしょう。ハイブリッド技術のパイオニアとされるトヨタでさえ、41% 程度の効率しか達成していません。また、F1 のような高性能レーシングテクノロジーでさえ、このレベルには達していません。しかし、BYD は、スマートなエンジニアリングと研究があれば、何でも可能であることを示しました。46% の効率とは、ガソリンを一滴残らず最大限に利用し、動力を供給し、燃料を節約することを意味します。その結果、優れた燃費が実現します。アメリカで換算すると、
この車は1ガロンあたり80マイル以上を実現します。簡単に言えば、これはガソリンと電気の両方の力を組み合わせることで、他のすべての競合他社をはるかに上回る燃費です。他社が依然として80ミニプレッププラスという数字を基準に2530マニークレジットで苦戦しているのを想像してみてください。だからこそ、世界がこのエンジンに注目しているのです。このエンジンの背後にある哲学は明確で、単にパワーを見せつけるだけでなく、効率を高めることです。そのため、BYD の 1.5L ガソリンエンジンと電気モーターの組み合わせは、ハイブリッド車に新たな息吹を吹き込むだけでなく、業界全体へのメッセージでもあります。それは、EV だけが唯一の選択肢ではないということです。ハイブリッドも同様に実用的でパワフルになり得ます。業界の専門家は、この動きはトヨタなどの企業への明白な挑戦だと指摘しています。トヨタは常にハイブリッド界のボスとみなされてきました。しかし今、BYD は彼らの得意分野で直接彼らに打ち勝とうとしています。そして正直なところ、46% の熱効率や 80mpg 以上といった数値は単なる話ではなく、現実世界でゲームチェンジャーとなる可能性があります。そこで疑問が生じます。この BYD エンジンは本当にハイブリッド技術の新しい顔を世界に示すのでしょうか？初期の結果を信じるなら、答えはイエスです。これは単なるエンジンではなく、将来のベンチマークであり、他の企業が達成するためにより一層努力しなければならないものです。あらゆるライフスタイルに対応する多用途なデザイン。今日の自動車業界における最大の課題は、顧客一人一人のライフスタイルが異なることです。オフィスと自宅の間を短距離しか移動しない人もいれば、パフォーマンスとスピードにこだわる人もいれば、荒れた道でもノンストップで走破できる車を求める人もいます。BYD はこの課題に対し、汎用性の高い設計で依頼、単一のプラットフォーム上に3つの異なるバージョンを構築しました。DMI、高効率、DMP、パフォーマンス、DMO、オフロードです。各バージョンは各ドライバーのニーズに合わせて調整されており、ドライバーが自分のスタイルを妥協する必要はありません。まずは、高効率バージョンと呼ばれる DMI についてを話しましょう。これは、日常の用途、オフィス、買い物、家族旅行、短距離のホール旅行などに車を使用する人のためのものです。最大の強みは、燃費と低燃費です。電気モーターがほとんどの重い荷を運び、ガソリンエンジンはサポートに過ぎません。つまり、ほとんどの移動は非常に低コストで完了するということです。また、都市部に住んでいる場合は、EV モードを利用してガソリンを消費せずに短距離を走行できます。それでは、パフォーマンスバージョンの DMP に移りましょう。A 地点から B 地点まで移動するだけでなく、その道中でスピードとパワーを楽しみたい方のために設計されています。DMP は、電気モーターとガソリンエンジンの両方が、驚異的な加速と高速走行を実現するように調整されています。この車は効率が良いだけでなく、パワーの面でもあらゆる高性能車に匹敵します。スポーティーな走りを楽しみつつも燃費を犠牲にしたくない方には、DMP が最適です。そして、オフロードバージョンの DMO が登場。高速道路、山岳地帯、砂漠、未舗装路など、あらゆる場所を旅する方に最適です。どこへでも、DMO があなたをサポートします。このバージョンのサスペンションとパワーシステムは、荒れた地形でも楽々と走破できるように設計されています。ここでも電気モーターが主役を務め、ガソリンエンジンが車をサポートすることで、長距離や困難な地形でもパワフルな走りを実現します。3つのバージョンすべてにバッテリーオプションが用意されているため、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。最大の利点は EV モードです。市内の短距離移動のみであれば、EV モードを選択してガソリンを使わずに走行できます。これは環境に優しいだけでなく、お財布にも優しい設計です。BYD はこの設計において非常に巧妙な決断を下しました。電気モーターを主役とし、ガソリンエンジンはあくまで補助的な役割に留めています。この利点は、あらゆる状況において車が効率性を維持できることです。
電気モーターはスムーズで静かな走行を楽しみながら、必要に応じてガソリンエンジンが瞬時にバックアップします。これにより、バッテリーの残量不足やガソリン消費の心配がなくなります。真の秘密兵器、ブレードバッテリー。BYD の真の秘密兵器とも言えるブレードバッテリーは、その名の通りシンプルですが、その背後には豊富な創意工夫とエンジニアリングが詰まっています。一般的にバッテリーといえば、重くてぎっしり詰まっていて、発火の危険性を思い浮かべるでしょう。しかし、ブレードバッテリーはまさにその定義を覆しました。このバッテリーの刃のようなデザインは、一見シンプルですが、巧みな小スペース化と構造強化によって実現されています。従来のセルを垂直に配置することで、バッテリーパック全体のスペースが大幅に削減され、その空きスペースが車内のスペースに直接変換されます。より狭いスペースに多くのセルを収容することで、チューブ状の堅牢なバッテリーパックが実現し、エネルギー密度と車体強度が向上します。この設計は車両のフレームも強化し、絡み合いや側面衝突の際にバッテリーを保護します。簡単に言えば、ブレード設計により、バッテリーは単なる電源ではなく、車の構造部品として機能します。さて、最も注目を集めたテスト、釘テストについてです。メディアや業界の専門家がバッテリーの安全性を検証しようとした際、このテストによって多くの疑問が払拭されました。単純な考え方は、バッテリーに釘を刺すとショートして発火するというものでしたが、ブレードバッテリーの構造と厳選された素材は、内部ショートを防ぐだけでなく、発火のリスクも最小限に抑えるように設計されています。釘テストで観察された反応は、バックアップ及び安全対策としての信頼性を証明しました。これは単なる PR 目的の見せかけではなく、現実世界の危険に対する確固たる準備であり、消費者の信頼を高め、より強固な安全キャンバスへとつながりました。しかし、ブレードバッテリーの最大の特徴は、ニッケルやコバルトといった従来の材料への依存度が低いことです。これらの金属の不足、高価格、そしてサプライチェーンのリスクは、ここ数年、EV 業界にとって懸念事項となっていました。ブレードバッテリーの化学組成と構造は、ニッケルとコバルトの必要性を最小限に抑えるように選択されており、バッテリーコストと環境への影響の両方を削減します。これは、大規模生産とグローバル供給のためのスケールアップが容易になることを意味します。材料への依存度を下げることは、企業のコスト構造を改善するだけでなく、環境負荷の低減にもつながり、長期的には顧客と地球環境の両方にとって良い兆候です。そして寿命について言えば、3000サイクルで 90% の容量を維持するという主張は、単なる技術的な数字ではなく、日常的な使用における信頼性を約束するものです。通常、バッテリー容量はサイクルとともに低下し、航続距離や性能は時間の経過とともに低下します。しかし、ブレードバッテリーは、適切に設計されたバッテリーであれば、長年にわたってかなりの容量を維持できることを示しています。3000回の重放電サイクルは、EV モードで毎日運転したり、長距離を定期的に使用したりする場合でも、バッテリーが非常に長期間にわたって期待通りに機能することを意味します。また、90% の残容量は、実装高距離が非常に長期間にわたって使用可能であることを意味し、再販価格、所有コスト、そして顧客満足度に大きなプラスの影響を与えます。ブレードバッテリーは、3つの大きな疑問に答えました。安全か？はい。ネイルテストと構造設計によってそれが証明されました。手頃な価格で拡張可能か？はい。ニッケルチャージコバルトへの依存を減らすことで、サプライチェーンとコストが改善されます。そして、耐久性は？はい。3000回の重放電サイクルと 90% の容量は長期的な信頼性を保証します。これら3つの配により、ブレードは単なるバッテリー技術ではなく、EV イノベーションの新たな基準となりました。そして、しばしば見落とされがちな点が一つあります。この技術は大都市や高級車に限定されるべきではありません。バッテリーが安全で、長寿命で、手頃な価格でなければ、電動化は真に誰もが利用できるようになります。ブレードバッテリーは、
この期待を現実のものにするための大きな一歩です。エンジニア、テストチーム、そしてサプライネットワークが結集し、安全で手頃な価格、そして持続可能な運転を実現するソリューションを生み出しました。新しい考え方、スマートブレイン、早期アーキテクチャ。かつて車は単なる移動手段と考えられていましたが、時代は変わりました。BYD の新しい考え方、早期アーキテクチャは、車にスマートブレインを与えました。従来の車は、機能ごとに独立した制御ユニットを搭載していました。エンジン用、ブレーキ用、バッテリー管理用にそれぞれ独立した ECU です。つまり、車は複数の頭脳を持ち、連携に時間を要していました。しかし、BYD はこの考え方を一変させました。すべてを中央の頭脳に統合し、スマートフォンのように車全体を制御するのです。この中央頭脳の最大の利点は、そのスピードです。マイクロ秒単位の応答時間により、車は瞬時にあなたのあらゆる指示を理解し、即座に対応します。例えば、急ブレーキをかけた場合、従来の技術では異なるユニット間で信号が伝達されるのに時間がかかっていました。しかし、今ではすべてが一元管理されています。その結果、安全性、制御性、そしてスムーズな運転が実現します。さて、ディープシーク AI について見ていきましょう。ディープシーク AI こそが、この車を単なる機械ではなく、学習するパートナーにしているのです。ディープシーク AI は、あなたの運転パターン、加速の仕方、ブレーキの踏み方、そしてどんな道路を走るのかを常に理解しています。この AI はこれらすべてを記憶し、あなたのニーズに合わせて車を適応させます。徐々に車はあなたの運転スタイルを学習し、より良いドライビング体験を提供します。あなたと車が共に時間を過ごすにつれて、車はより賢くなっていくと言えるでしょう。そして最もエキサイティングなのは、OTA アップデートです。この車は発売当初のスマートさで止まりません。OTA アップデートにより、スマートフォンのように定期的に新機能やアップグレードを受け取ることができます。つまり、あなたの車は数ヶ月ごとに進化していくということです。新機能が追加され、古いバグが修正され、パフォーマンスが向上します。サービスセンターに行く必要はありません。すべてが車のシステムに直接ダウンロードされます。自動運転、大パイロット。今日、車はもはや単なる機械ではなく、心と人間のような思考力を持つテクノロジーとなっています。BYD の DP パイロットは、この方向への大きな一歩です。このシステムは、車に人間のように考え、判断する能力を与えます。人間のような AI による意思決定とは、車がセンサーやカメラだけに頼るのではなく、人間のように状況を理解し、反応することを意味します。道路上の歩行者、信号の変化、急カーブの障害物など、DP パイロットは迅速に判断を下すため、まるで経験豊富なドライバーが運転しているかのような感覚を味わえます。BYD は、エントリーレベルからハイエンドまで、様々なレベルで DP パイロットを提供しています。ダイロット100は、低価格車に搭載されている基本的な安全機能と運転支援機能を提供します。ダイロット300は、より高度なセンサーと半自動運転機能を搭載したミドルクラス車向けです。そして最も注目すべきは、ハイエンドモデル向けのダイロット600で、ほぼ完全な自動運転体験を提供します。つまり、あらゆる予算とニーズに対応するバージョンが用意されているということです。そして、これが BYD の最大の強みです。BYD はこのハイテク技術を高級車だけに限定していません。1万ドル以下の車にもこの機能が搭載されています。他社が自動運転を高級品と捉える中、BYD はそれを一般の人々の手の届く範囲にまで引き上げました。DPI の最も興味深い点は、そのデータモデルです。各車両が生成するデータは、その車両に限定されません。BYD のシステムと統合され、後続の車両はさらに賢くなります。つまり、路上を走る車両の数が増えるほど、ネットワーク全体の学習と進化が加速します。まるで一人の経験が他の人に役立っているかのようですが、
何百万台もの車両が常に互いから学習しているのです。さて、価格についてお話しましょう。BYD の車はテスラの車よりも約 15% 安価です。つまり、消費者はテスラと同じ技術、同じ安全性、そして同じハイテク機能を、より手頃な価格で手に入れることができるのです。これが、人々が BYD にますます惹かれる理由です。そして、その最大の証拠は販売台数です。わずか1年間で430万台を販売したという数字は、決して少なくありません。これは、人々がこの技術を信頼しているだけでなく、導入に熱心であることを示しています。一般の人々が自らのお金でブランドを選ぶことは、どんな広告キャンペーンよりも大きな証です。BYD の D パイロットは、未来の運転が富裕層だけのものではないことを証明しています。予算の大小に関わらず、ハイブリッド技術、スマートな自動運転、そして安全なバッテリーパックが揃っています。だからこそ、BYD は単なるブランドではなく、信頼できるブランドへと徐々に成長してきたのです。自動車業界全体を見渡せば、BYD が一つのことに取り組んでいるのではなく、パズルのピース全体に取り組んでいることは明らかです。ハイブリッド技術からブレードバッテリー、シワングジ AI 脳から大パイロットの自動運転まで、彼らはあらゆるコンポーネントを統合したシステムにまとめ上げており、これは他社にとって頭痛の種となっています。EV のみに焦点を当てている企業もあれば、バッテリーのみに焦点を当てている企業もありますが、BYD はこれら4つの要素すべてを完全なパッケージに統合しています。だからこそ、BYD の車は単なる乗り物ではなく、モバイルイノベーションセンターなのです。興味深いことに、BYD は自社についてあまり宣伝しません。大踊り時的な広告も、派手な発表もありません。彼らはただ機能し、その結果がすべてを物語っています。だからこそ、航続距離2000ティラマリット、熱効率 46%、販売台数430万台といった数字を聞くと、人々は驚嘆するのです。真の力は言葉ではなく行動によって築かれるのです。今、真の問題は、他の企業がこのペースに追いつくことができるかどうかです。BYD は単に一つの分野をリードしているだけではありません。あらゆる分野で急速に進歩しています。そして、一度パズルのピースをすべて組み合わせれば、他の企業が追いつくのは困難です。